やっぱり相手があってこその形かな。なんかやっぱそのコミュニケーションができることかなとか思ったり、日本語っていろんなニュアンスがあったり、そういうところも日本の美だと思います。Hey guys and girls, on Ash Japanese, it's Kathy Cat, and today we've come to Brilliant Star Decorations, and this time the topic is Poison Garden. It is a fashion musical, and we've got quite a lot of interesting guests here, and also the visitors are dressed perfectly. And this time we are going to go and ask the Japanese people that are here what actually is Japanese beauty. So let's go and ask Japanese. ブリリアントキングダムのボーカル、そしてトリプルフォーチュンのデザイナーのカイエです。同じくブリリアントキングダムのボーカルで、そして、ここ2人でブリデコの主催もやっています。また、ブリデコの方のシナリオおよび演出なども手掛けてますバビです。日本の美は何ですか？日本の美はやっぱり思いやりの美じゃない？やっぱり相手があってこその形かな。彼がよく言ってる、自分が素敵ならいいだけじゃなくて、見てる人も楽しくなるような、そして一緒にいるともっとなんか1対1が3とか5とか10とかになるような楽しさだよね。ロリータってそういうとこあるよね。一人でやってるよりみんなでやってると、分かる分かるみたいな、そういう楽しさあるかな。自分だけじゃなくてみんなでこう気持ちを共感するというか、思いやりもそうだし、みんな仲良くみたいなね、それが日本はすごい多いから、それブリデコでいつも言ってるもんね。じゃあ日本の美は何だと思いますか？日本の美ですか？はい、一番難しい質問です。これは難しいですね。やはり皆様それぞれの答えがあるかと思いますけれども、私個人で言いますと、やはりどんなにきらびやかにもし着飾られたとしましても、その中にどこか落ち着きのある点といいますか、日本のわびさびじゃありませんけれども、何かそうしたスッと落ち着きどころといいますか、何か静と動の静の部分を感じさせるようなところっていうのが美しいところなのかなと思います。優雅なところとか、なんか繊細なところとかが、美かなと思います。例えば雅とかそういう言い方あるんですけど、その色彩感覚がすごく豊かで、ちょっとその辺外国人よりはいろんな色を使う傾向があるのかなっていう着物とか、例えばロリータファッションにしても色使いがすごく華やかで、和服なんかもそうなんですけど、そういう色がたくさん使われてて、そういう色彩感覚豊かなところはあるんじゃないかなっていう気がします。日本人は確かに先ほども言ったように雅であったりとか、歴史に彩られた中でも仕草であったり全てにとって美を追求してきた民族だから、そこが今のその日本の美しさっていう全てに現れてきてるのかなと思いますね。日本の美は礼儀とか作法とかマナーがきちんとしているところが美しいなって思います。奥ゆかしいところがあったりするのかなっていうのはありますね。あんまり出しゃばらないとか、そういう感じのが一応ビューティーに入るのかな。美しい美はあるかな。美意識みたいな、自分にとってこれは日本の美みたいなものは何ですか？これを日本の美として捉えているわけではないんですけど、これが日本独特の文化だとしたら、ロリータファッションは日本の美だと思います。私個人的に茶道をやってたので、なんかそのおもてなしの心とか、その相手を思いやる心とか、なんかそういう優しさ、こういうイベントに来てても困ってる人とかいたら声かけてあげたりとか、一人で来てる人がいたら声かけましょうみたいなことを主催側も言ってるので、なんかそういうところがいいかなって思います。よく言われるんですけど、やっぱり前に何を一番日本語で伝えたいかって言われて、ありがとうございましたっていうのをよく私は言ってたので、何かあって写真を撮ってもらってありがとうって言ったり、写真を撮ってあげてありがとうって言われたりすると嬉しいし、なんかやっぱコミュニケーションができることかなとか思ったりかなと。礼儀正しい優しいコミュニケーション、ですね。はい。日本のビューティーですか。アレンジする力だと思いますね。我々のこの、ゴシックロリータの服も、初めから日本にあったわけじゃなくて、それこそ、イギリスの、
スタイルからに憧れて、それで取り入れて、自分たちでそれをどんどん良くした結果が満足せずにより良いものに、向かっていくという、そこがビューティーの根源だと思います。やっぱりジャパニーズカルチャーとして外からもらったものを日本風にアレンジし直して日本ならではのきめ細やかさが細部に現れてるところですかね。やっぱり和と洋を合わせるところが日本の美なのかなと思います。他の海外の方のロリータとかのお写真見てると重ね着ってちょっと日本特有かなという感じがするんですよね。すごいスカートの下にさらに重ねたりとかっていうのってちょっと独特かなと思ってて、あんまり向こうの方だともうそもそもがどさっと大きいスカート履かれてて下のものは見えないとかっていう着方されてるのがあるので、なんかそういうちょっと見せながら重ねるみたいなのが好きな人が多いのかなと思ってます。それは日本の美だと思いますか？そのもともと着物の中からちょっとちらっと下に入れてるものを見せたりする風習があるんで、やっぱそういうのの影響があったりするのかなと。日本人独特の黒髪かなって思います。髪の毛綺麗な人が多いなって日本人は思いますね。日本の魅力っていろんなところにあると思うんですけど、私ちょっと昔日本語を勉強していた時があって、日本語やっぱり日本語っていろんなニュアンスがあったり言い回しで全然意味が違ったりっていうのがすごくあるので、そういうところも日本の美だと思います。私は鮮やかさかなって思います。大学のところで古典の文学とかは勉強していたんですけど、やはり着物とかを見たりであるとか、そのような絵を見たりとかしてもやはりすごい色彩は綺麗なものがあるので、その日本の美というところで鮮やかさっていうのを挙げられるかなと思ってます。季節とかもあるんじゃないかなって私は思いますね。自然も山や海や綺麗だと思いますし、街並みも進化していって綺麗っていうのもあると思います。四季があるっていうのは確かに日本人としてとても大切にしたいところではありますね。風景にしても人が作るものにしても、その日本独特のスタイルっていうか、そういったものがなんていうんですか、いわゆる外国の人が見た日本の魅力に感じるようなところ、そういうのが本当に我々は気づいてないけど本当に日本の美しいとこみたいなものがあるんじゃないかなと思いますけど。日本の美って言ったら神社とかお寺かなと思いますね。なんでですか？私ハワイに行ったことあるんですけど、ハワイに行ってハワイに出雲大社が立ってて、それを見た時にすごい海外に立ってるけどここは日本だなっていう感じがしたので、やっぱりその神社とかなんていうの和風の建物っていうんですかね、それが昔から今までずっと残ってて、もうなんか見た瞬間に日本だなと思うのはやっぱり神社とかお寺とかかなと私は思いますね。Now I'm going to ask a really difficult comment, and you can quickly think about this. But we're talking about what is beauty in Japan. It doesn't have to be people. It can be like a pond or anything that for you symbolizes beauty in Japan. So what is Japanese beauty? I think just from watching the people around me that it's being polished and like put together, because there's so many different looks, but everyone has really thought about it and put the time in. So, you look at some, you're like, wow, that's kind of different, but it's still very beautiful because they put so much time and effort in and everything works together. I'd have to say pretty much the same thing, because one thing that we've really noticed coming here is that everyone, their outfits are totally put together, even when they're in, much different styles. It's always very consistent and very well put together. I think it's combining tradition with new forms of expression and seeing where those two lines blur and meet. What do you think, comparing it back home, what do you think is Japanese beauty in comparison to maybe back home in Singapore? What is different? Japanese beauty feels a bit more fresh, a bit more natural, a bit more beautiful lady. Back home, it's a mix, but you tend to see people who show a lot of skin more than anything else. And that's not something that I personally prefer.
So I appreciate the aesthetic here. Yeah, I guess back home we try. It's a rather t-shirt culture, t-shirt, shorts, slippers culture, because it's more comfortable in our weather. So anything that if you dress up a bit more, do get more attention. Okay, sometimes it's actually we make it sound a bit negative, but we do have positive remarks, comments before from our own country people. The ladies and the children love it. Yes. They're like, oh, I love you. Can I take a picture? What do you think is the essence of Japanese beauty? Making it look effortless. Yeah, definitely. I think it's like just make it look like they put it on in 5 minutes. It may take 5 hours, but they just make it look like it's 5 minutes. Yeah. Fantastic. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Can we wave at the camera? Yay! Beauty is a thing that is different for each and every person. Now, we asked this time about Japanese beauty. I personally think a part of Japanese beauty is the amount of detail that goes into certain processes. So it's how much thought you put in a certain item. For example, how the shops here are decorated. There's so much love and care and little messages and little notes and little stickers and stuff that just go into decorating a shop. And then you look at Japanese gardens, you know how much detail and time they spend on making a garden look perfect. All that love into detail and to perfection, I think personally is a part of Japanese beauty in my opinion. But how about you? What do you think is Japanese beauty in your opinion? Looking forward to reading your comments. Leave them down below. I hope I catch you soon for another video on Ask Japanese. Thank you. Bye.